皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。高野ひろ子と申します。毎月恒例になりました、このエモーションコードのオンライン無料体験会をこれから始めさせていただきます。今日は後でちょっとゲストを呼びますけれども、その前にエモーションコードというのがどういったものかということについてちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい。で、皆さんミュートにマイクを押していただければとても嬉しいです。お願いします。私の自己紹介を簡単にさせていただきます。私、今、カリフォルニア州、サンフランシスコ、ベイエリアというところに、住んでおりまして、2012年に、今日のゲストであるアメリカ人の直感カウンセラーのキャレン・シークスに通訳として出会います。そして、エモーションコードに出会いました。そして2013年にエモーションコード、そして続いてボディコードの認定プラクティショナーになりまして、個人セッションを開始しました。それまで私は日本語の教師として地元の私立の中学、高校、州立大学で教鞭をとっていたんですけれども、2014年には完全にエモーションコード、ボディコードのプラクティショナーとして職業を変えます。そして2017年からはアクセスコンシャスネスの認定ファシリテーターになりました。そして、その、なんていうんですか、問いかけという、そういうツールを使って今も活動をしております。で、個人セッションとかワークショップをしておりますので、またそのことについては個別にご連絡いただければと思います。はい。そしてこのエモーションコードっていうんですけれども、これは、Dr.ネルソン、このお写真にあるこの方ですね。Dr.ブラッドリーネルソンという方が開発されました。で、彼はホリスティック医師、ナチュロパスっていうんですかね、ハーブとかを使った治療をされます。そしてメインは、カイロプラクターとして、サザンカリフォルニアの方でずっとお医者さんされてたんですね。で、すごく軽減なクリスチャンで、彼は自分の、プロフェッション、ね、仕事のゴールというのは、患者さんを完全に癒すことだというふうに、思ってらっしゃったんですけれども、皆さん、例えば首の調子が悪い、ね、骨がずれてるということで、それを治したとしても、また戻ってくるということで、これではちょっと自分が求めているものと違うのではないかということで、彼は、あれなんですね、祈るんです。神様に祈りをこう捧げるんですね。で、どうしたら自分はいいのかっていうことで、その時に降りてきたものがこの感情にフォーカスを当てたエモーションコードだったんです。なので、どういったものかっていうと、感情というもの、過去に感じた感情というものが体またはエネルギー体に閉じ込められて、それがいろんなシグナルを外に出している。そしてシグナルを外に出した結果、その感情に見合ったものが引き寄せられてくる。そしてパターンができるっていうようなものなんですけれども、彼は1997年にエモーションコードという本を自主出版するんですね。そして、セミナーを始めます。そして2019年、去年には今度はセントマーティンエッセンシャルという出版会社から改訂版が出されました。はい。で、2020年、今年の3月には日本語に翻訳されて、今は日本語で読めるようになっています。そして現在、世界78カ国5000人のエモーションコードの認定プラクティショナーがおります。そして認定プラクティショナーになるにはどうしたらいいのかっていうご質問がよくあるんですけれども、オンラインのコースを取る。そして、クイズをして、テストをして、ケーススタディをして、実際にセッションですね。そしてそのレポートを出して、認定されるという、そういった結構こう今時の、セミナーなんですけれども、もしご興味がある方はまたお問い合わせください。今月末まで 5% オフで認定ファシリテーションのコースに入れるという情報を今日得ましたので、またその情報をシェアしたいと思います。じゃあ、このエナジーワークということのちょっと簡単なご説明したいんですけれども、まず知っておいていただきたいのは、私たちはピュアなエネルギーであるということなんです。そして、すべてのものはエネルギーであるということなんです。なので、私たちもエネルギー、私たちが座っている椅子もエネルギー、そして今この画面を見ているコンピューターもエネルギーである。そういうものなんです。
そしてエネルギー体、魂の存在、目に見えないものもエネルギー、そして肉体、私たちの肉体はエネルギーが物理的な形をとったものという、目に見える形であるということです。では、エモーションコードのエモーション、感情って何？単に純粋な振動しているエネルギーである。そして人生をカラフルにしてくれるものでないと、感情がなかったらすごく平坦ですよね、人生。やっぱりすごく嬉しいっていう気持ちもないだろうし。そして臓器や内分泌系から生成されている化学物質、そしてその振動を体が、これはどういう感情だなっていうふうに解釈しているっていう、そういうものだと思っていただければと思います。Hi, Karen. Can I meet you for a while? Let me explain the emotion code a little bit, and then I'll get back to you. Thank you. はい。OK。そして、感情はさまざまな理由で閉じ込められてしまうんですね。で、感情のエネルギーは肉体やエネルギー体に閉じ込められてしまうというのは先ほど言いました。じゃあどうしてなのかというと、私たちは日々とっても忙しくしています。これ今感情こんなことで何かで仕事をしてて起こったとしても、うわーってこの怒り、そんなこと怒りを感じているよりも、先にこの仕事やらないとって思ったりとか、今この感じている感情をわーって外に出してしまったら、すごく周りの人に迷惑かけるんじゃないかな。っていうことで、私たちは感情を抑えます。そして後でこの感情について何とかしようと思っても、後ではこの頭の部分で忘れてしまうんですね。それがこの trapped emotions、囚われてしまった感情、閉じ込められた感情というふうになって私たちの人生を邪魔をします。で、どういったことが起こるかというと、エネルギーのフィールドのバランスが崩れてしまうんですね。閉じ込められた感情があると。そして、安らかでない状態、dis-ease ね、病気への引き金になっていきます。そして今度はアンバランスとして表面化して、精神的肉体的な苦痛となって私たちを苦しめます。じゃあそれを取り除く、それがエモーションコードです。そしてエモーションコードにはヒーリングの経験、年齢、性別全く関係ありません。必要なものはエモーションコード用の専門のチャートと近反射テスト。これ前回の先月のエモーションコードの体験会でやりましたけれども、例えばオーリングであったりとか、そういうもの。そしてあとはマグネット、または磁石ですね。その力を借りて解放していくという、そういうものなんですね。これがエモーションコードです。はい、皆さん、何かご質問とかありますか？なければ、キャレンに登場していただきたいと思います。Hi, Karen. Can I unmute you or can you unmute? There. Hang on. I apologize. I couldn't get through for some reason. It was weird. Oh, wow. How are you? I'm great. Thank you. I haven't seen you for a long time. 私、Karen とは本当に長い間やってない。It's been 2 years or 3 years? At least. I had dark hair the last time you saw me. Same here. I have gray hair now. I stopped coloring my hair. はい、2、3年前に、会ったのが多分最後ですね。その時はキャレン、髪の毛グレーヘアじゃなかったって、私もグレーじゃなかった、白髪じゃなかったねっていうような話なんですけれども。OK。So, Karen Sheeks さんという方なんですけれども、私は彼女によってエモーションコードというものを知りました。So, through you, I was introduced to this modality, emotion code. で、彼女がいなかったら多分エモーションコードっていうのが日本に行ってなかったんじゃないと思います。So, without you, Japan wouldn't have known anything about the emotion code. So that you are the one, you're the key person. だからKaren Sheeks さんというのがすごくキーパーソンだったんですけれども、じゃあ簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。So Karen, could you please introduce yourself briefly and nice and sweet? Sure. Hello. My name is Karen, and I am currently living in Mexico, in Baja California, Mexico, and I've lived many years in Mount Shasta, California. That's where I first met Hiroko-san. And I'm a body code practitioner, emotion code, body code practitioner,
and I'm the head of a department called Mind Body Therapy at San Aviv Medical Institute in Mexico. Okay, so let Oh, I'm me, sorry, let you're me translate. Karen Sheeks と申します。シャスター山というところに長年住んでいて、そこで、ひろこさんと出会ったんですけれども、今現在はメキシコのバハカリフォルニアというところ、西海岸ですよね、というところの、サノビブインスティテュートというところの、ヒーリングの、責任者として働いています。なので、もうシャスタには住んでいないんですけれども、でそこでボディコード、そしてエモーションコードを使って、患者さんを癒している、そういう今立場におります。Okay, go ahead. So I think where I'm working currently is called a functional medicine hospital. It's the only functional medicine inpatient hospital in the world. 私の今いるところは、ファンクショナルメディスン、機能的な医学という、そういうことをやってる、すごく機能的に効いていく医学ですよね、効果のある。で、それは世界中で、今私のいるサノビブインスティテュート研究所というところ以外はないんです。And I think I may be the only body code practitioner in the world employed by a hospital. そして私が、病院から雇われた、多分たった一人で唯一無二の、ボディコードの認定プラクティショナーなんです。So, pretty exciting. So, can I ask you one thing? So, how many patients do you see? 何人ぐらい日にだいたいa day 日に何人ぐらいの患者さんと Typically, I have 1-hour sessions, and 1時間のセッションで typically I see between 4 and 6 patients a day. 4人から6人の患者さんを1日に、セッションするんです。60分間のセッションですね。These are people with complex medical issues. So like autoimmune disease, severe autoimmune disease, cancer, or neurological diseases. 私の患者さんというのは神経的なすごく どちらかというと重篤な病気を持った方、がんであったりとか、あとは自己免疫疾患の患者さんなんですね。And does emotion code, body code work great on those? Absolutely. And emotion code is such an important part of the body code because it's really why it's important where I work is that in functional medicine, you look at the root cause of disease and you look at every aspect of the person's life. And we know now that emotional wounds are the root cause of all the diseases. エモーションコードっていうのがすごく特に大切なんです。というのは、私が日に一緒にセッションする患者さんっていうのは、やはりすごく大きな感情的なトラウマを持っていらっしゃる。で、そういうのが今現在持っている症状の根源になっているというふうに見てるんですね。このファンクショナルメディスンっていうんですか、その機能的な医学っていうのは。なので、エモーションコードが特に重要になってきています。It's also simple and easy for people to understand and accept this modality. でこのエモーションコードっていうのはボディコードもですけれども、とっても簡単でシンプルですよね。なのであんまり説明がいらないということで、そういうのも効果的なのではないかと思います。I think, as you know very well, that when we release emotions and we detox the body in that way, that's part of the solution. But the other part is teaching people how that happened in the first place and how to stop recreating them. 感情をリリースしていく、手放していくっていうのはすごくパワフルなプロセスなんですけれども、それをやることによってどういう感情なのか特定していくことによって、そしてリリースすることによって、こういうものが自分の今の病状を作ってるんだ、病気現実を作ってるんだ、もうこれを作るのをやめようっていうふうに自分からやめる選択をするっていうすごくパワフルなものなんですね。
We have found that when we release heart walls, the patients are much more able to receive all of their other therapies, even the medicines. I see. ハートの壁というのが、エモーションコードの中にあります。それはこの心臓を守るために、立てるエネルギー的な壁なんですけれども、それはエモーションコードでできています。まず、このエモーションコード、ごめんなさい、閉じ込められた感情でできてるんですけれども、それをエモーションコードを使って取り除いた後に、本当にこのボディコード以外のモダリティですよね。そういうワークがとっても受け取りやすくなる。そして同時にこういう医学ですね。医学的なお薬であったりとか、そういう診断というんですか、そういうものをすごく受け止めやすくなるという結果があります。So what else can I tell you? Karen, can you please tell us how you found out about emotion code? エモーションコードとの出会いをちょっと話していただこうと思います。So I heard about it. I heard about it during an online webinar, just like what you're doing now. Dr. Nelson was one of the featured speakers. I'd never heard of him or emotion code, and I was fascinated by the description, so I bought the book. So when was it? Was it 2011? The winter? Maybe, I remember no, there was a winter it was a time, little earlier than that, maybe 2009 or 10, when I actually first knew about the emotion code. The body code came a little later, but yeah. Yeah. I see. Maybe 2009 10, 年 11 頃。 years ago. Yeah.10年、11年ぐらい前ですね。エモーションコードという言葉を聞いたんですね。そしてそれをサーチして検索していると、ウェビナーっていうんですか、こういうウェブセミナーですよね、に出会ったんです。で、それで、どういうものなのかなと深く知りたいと思って、もっと検索していったときに出てきたのが、Dr.ネルソン、先ほどお写真見せましたけど、そのDr.ネルソン開発者の、話すエモーションコードのセミナーだったんですね。で、それで、それを聞きながら、素晴らしいなっていうふうに引き込まれていったんです。Yes, and I found that I was very interested in the idea. It made sense to me from my medical background as well. And so it was sort of a new way to look at disease as well as patterns in life or things that you want to change about your life. I see. So I was drawn to it for two reasons, for the emotional clearing, but also for the way that it impacts our physical health. I see. で、すぐにね、本を買ってエモーションコードの本を読んだんですけれども、この、キャレン自身は看護師さんだって働いてらっしゃったんですけれども、その看護師として病気というものを全然違う角度から見るということにまずすごくインパクトを受けたんですね。そして感情がいかに私たちの人生であったり健康であったりというものにインパクトを与えるかっていうこと、そういうことがすごく新鮮だったっていうこと、そこで引き込まれていきました。I think I have a medical background, more than 30 years in emergency medicine. And then I have this metaphysical background that they were parallel lives, but not coming together until emotion code and body code are what made it possible for me to put those two things together into one path. I see. で、30年ぐらい、救急救命の看護師としてずっと働いてました。そしてもう一つは自分自身のそのスピリチュアルなこともお勉強もしてたんですね。その2つがずっとこう平行線上だったんだけれども、エモーションコード、ボディコードにあった時にふっと近づいた、そして一つに統合されたっていう体験がありました。Yeah, and I have found that to be probably what landed me this position I have now is because of that unique blend of the spiritual and the science together. I see. で、今現在のこのね、サノビブインスティテュートっていうメキシコの、とても珍しいところで働いてるんですけれども、それはやはり自分自身のバックグラウンド、それはどういったものかというと医学ですよね。その科学的なもの、そしてスピリチュアルなものが融合されているということがすごく重要視されて今の仕事についているんだろうと思うんです。
I think it's a very good modality for people to use with their families and for self-healing and for their families, but also it can become a business. It can become a profession or a career for someone. でこのね、エモーションコード、そしてボディーコードなんですけれども、自分自身を癒すというのの素晴らしい手法の一つです。そして家族も癒していく。素晴らしい。そしてもう一つの面としては、ビジネスとしてこれを仕事にすることもできるんです。And you know that. Yeah, I know that. ね、私もその一人です。自分自身が癒されようと思って始めたっていうところから始まりました。And it is, I think, something that inspires people because that's how it happened with you and I is, just being exposed to it inspired you to become a practitioner yourself. And now you're teaching other people. And that's just, to me, organically how this grows. でこのエモーションコードっていうのが広がっていくのがまずは自分から始まるですごいじゃないって思ったことを人に伝えたくなって伝えていくそしてそこからまたどんどん広がっていくっていう感じですごく自然にね広がっていくものであると思います。But Karen, it took a long time before it was released in Japanese. What do you think about that? 日本語に、ね、なるにすごく時間がかかりました。どう思うっていうふうに今聞いたんですね。So, well, I mean, I think that it was really I think the Japanese people were ready and very receptive even when you and I used to hold workshops. But I feel that the business in the U.S. and Dr. Nelson's business was not growing as fast as the interest was growing in the world. And they just didn't have their act together to get it translated and put out there. I don't know any other explanation than that because the receptivity was there. And I'm very touched to know that it's still there, that people are still interested, after all this time. So that's really good. That you're doing that. どういうふうな、ね、どうしてっていうふうに私が聞いたんだけれども一つ言えることはすごく日本人の人たちはもうエモーションコードを受け入れたくって早くやりたくて仕方なかったんだっていうのはあったんですね。そういうのを感じてたんだけれどもビジネス面としてうまくこう融合されてなかったんじゃないかなアメリカの、ね、だからこう人の興味とビジネスの面っていうのが追いつかなかったので今このタイミングで日本語になったんじゃないかなというふうに思います。それ以外のことは考えられないというのは日本ではすごく準備が整ってたと思います。Yeah. So Karen, yeah. Okay. So do you have a lot of Asian clients now, or mostly Chinese? Mostly Chinese currently. We have a few guests from Japan every year, but not a large number. We have some from Korea occasionally, but I would say the bulk of the Asian, we have some from India, from the continent, the big continent, there are every now and then different people from Africa or India, or we get people from everywhere, but there is a big interest in Saint Aviv because of the Chinese aspect of it's called USANA. It's a supplement company that is our founder is the owner of that. And so because there's that crossover of people in China who have that business, they want to come to our healing center. And that's how they end up. But I actually went to Beijing a couple of times 2 years ago now. And we were introducing a little bit about the body code in a very small group of people for a short while. So there's some interest, yes. アジアからね、患者さんが来るんですかっていうことを聞いたんですね、そのメキシコのサノビブの方に。そうすると、やっぱり日本人はすごく少ない。でたまに韓国人、一番やっぱりインド人も来るしいろんなところから来るんだけれどもやはり中国人がメインだということなんですね。というのは、ユサーナっていうそういうサプリメントの会社があってそこがまずこのサノビブ
研究所っていうのを作った会社なんですね。だからその、サプリメントに関係する人たちが、中国人ね、その人たちがリトリートとしてやってくるということ。そしてキャレンも、過去2回中国に行ってセッションをしてボディコードまで伝えてきましたということです。So how do they receive that? They receive that okay without any problem? Well, it's you know, when you're a practitioner and you have a private practice, people who make appointments with you have already chosen that modality and have chosen you. When you come as a patient into a medical program for whatever your problem is, that type of therapy is included in the program as well as many, many other therapies. So it's not necessarily the person choosing that. So oftentimes we have to educate them first about energy medicine and about how this all works before they're ready to receive it. And there are very few people who say no. Sometimes the hurdle that I find is the remote testing. If you're not muscle testing this way, some people's religious beliefs don't accept this kind of thing. They're afraid. Yeah, they're afraid that they don't know where it's coming from. They don't understand intuition. And so we have a population of Amish, for example. Many Amish come to our hospital, and some evangelical Christians don't trust muscle testing. So, but other than that, as long as we explain it and its benefits, most people are very open. I see. どんな感じでみんなエモーションコードを受け入れているのかっていうことを聞いたんですね、今、キャリーに。そうしたら、普通、大体個人セッションをするときっていうのは、エモーションコードというのを知って、このプラクティショナーにセッションを受けるっていうふうに行くので、もう事前に情報がありますよね、どういうエモーションコードがどういうものであるか。でもこういうキャレンの働いているサノビブインスティテュートっていうんですか、そういう総合ホリスティック研究所に、何らかのトリートメントに来る方っていうのは、何があるかもすごくたくさんプログラムがあるので、何があるかっていうのがわからない。それをプログラム組まれて、エモーションコードに行き着くというパターンがほとんどですので、まず一番最初にエネルギーワークっていうのはこういうもんだよっていうのを説明していく。そして中には、宗教的な理由でこの近反射テストっていうんですか、それとか直感っていうのを全く信じないっていう人たちがいるんですって。なのでそういう人たちに対してはノーって言われる可能性がすごく今まであったんですけれども、受けた人たちは皆さんすごく満足してくださったということです。だからちょっとアプローチが今までとは違うということを言ってました。Yeah, interesting. Wow. So, what's the result? どんな感じの結果が出てるんですか？ Do you have any miraculous? I'm sure you are creating miracles every day. 毎日奇跡を作っているのは分かるけれども、その中でも。There are many results. I think that just people beginning to understand that they have more power to create healing than they knew. Once they understand how emotions and old stories and toxic beliefs affect their physiology, just to see them become empowered when they realize that they do have the ability to do things that can improve their condition greatly. Yeah, that's one of the things that happens every day. And then of course, yes, I've had some miraculous, like the dragon lady type thing. I don't know if you remember her. I sure remember. 毎日毎日日々、奇跡っていうのは起こってるんですけれども、やはりエネルギー的なそういうブロックっていうんですか、そういうものを取り除いたりとか、自分が自分に語っている物語ですよね、その毒々しい物語、そういうものに気づくっていうことがこのセッションで分かったときに、癒しというのがもう自動的に起こってくる。そして治るぞっていうすごく力強いものを自分で自分を治していくっていうものを患者さんは必ず感じられるんですね。なのでそういうものが本当日々起こっているし、奇跡も
それプラスアルファたくさん起こっているっていうことですね。We actually have a new doctor who just joined us recently, who is there only to do research. And she has already discovered that a big part of our patient population is people with very severe chronic Lyme disease. Mm-hmm. And we have very specific therapies for that you can't get in only on one other place in the world. I see. However, those patients are consistently telling her that it's the mind-body therapy department that they think is the most valuable part of their experience in healing. And people that's why we're focusing on emotional root cause more now, because these patients are telling us that having this type of therapy is changing their lives. And so, for the medical practitioners to realize that is a priority is a huge thing. Wow, how cool. 今ね、新しい、お医者さんがもうリサーチばっかりする、研究だけをするお医者さんなんですけれども、グループに参加したということなんですけれども、彼女からの話では、やはり患者さんが自身がこの、ボディマインドスピリットですね、肉体とスピリットとマインドの統合っていうのがすごく大切だということ、そしてやはりエネルギー的なその根本的な原因というものを探してそれをリリースしていくことの大切さ、それをすることによっていろいろなものがうまくパズルのピースがはまるようにうまくいくっていうことに気がついているということなので、いわゆる一般的なドクターたちですよね、医療に携わっているお医者さんたちが今そのエネルギーワークというエネルギーヒーリングに、そしてそのエネルギー的な根本的な原因を取ることの大切さということに気がつき始めてるんじゃないかなっていうのがキャレンの見解なんです。We also routinely will muscle test for a person's level of vitality to see whether they have enough vitality to withstand certain therapies that are pretty aggressive. For example, so if we feel that there's not enough vitality through muscle testing and talking with the patient, the doctors will listen and they will stop the therapies or postpone them until the person has more of the gentle sort of energy medicine to get them stronger first. Wow, how cool. あと筋反射テストですよね。前回やりました。その筋反射テストで患者さんがどれぐらいの力とかスタミナがある残っているのかというのは、トリートメントによってはすごく体に負担がかかるものもあります。なのでそれに体力的に耐えられるかということも筋反射テストを使ってチェックすることができるので、エモーションコードのこの筋反射テストの部分がそこで大活躍するわけなんです。For example, the other day I got an email from one of the doctors and his patient. In Lyme disease, part of what we do is we treat it with hyperthermia. So you raise the body temperature up to like 107 degrees. That's a certain way of killing the Lyme bacteria. And they have to be under sedation. So the person is sedated, and it's a very complex treatment. And the doctor, that you can do 2 or 3 depending on many factors. And this doctor sent me an email and he said, I'm considering advising this patient to do a 3rd hyperthermia treatment, but I need you to muscle test and see if that's the best thing for their body. And the decision was based on my muscle test. Wow. And I said, well, this is what I'm getting, and I sent it back. And then he said, I'm going to inform the patient that this is how we obtained that information, and then let the patient decide. And the patient decided to go for the 3rd treatment. こういうね、症例もあったんですけれども、このサンビブ研究所っていうのは、ライムディジーズってありますよね、ライム病を治すという、そういうトリートメントをするっていうことのちょっと権威的な場所なんですけれども、あるドクターがE メールをしてきたんです、キャレンに。でそれで、体温をぐわって上げていっ
って体内にあるバクテリアを殺すっていうトリートメントがあるんだけれども、結構体力的に、負担がかかると。この、患者さんはそれに耐えられるかなっていうことを筋反射テストで調べてくれっていう依頼があったんですって。そうしたら筋反射テストは OK が出たと。で、あとは患者さんが選ぶか選ばないかだよっていうふうに。なので、本来ならばこういうドクターが主導権を握るところを私が筋反射テスト、キャレンが筋反射テストすることによって、こう、道が決まっていくっていうすごく面白いことが起こっています。Wow, that is really fascinating. It's cool. Yeah. Yeah, it's So I usually think the the other way body, around. exactly, and I think that body code and emotion code certainly has a place in clinics and hospitals, but I don't think anybody's doing it yet. I would encourage anyone who is a practitioner or interested in that, go and talk to hospitals, go and talk to groups of, practitioners and just introduce the idea. 本来、これぐらいね、やはりこの現代的な医療と、このエネルギー的医療ですよね、エモーションコード、ボディコードっていうのはうまくこう合っていくのにもかかわらず、やっている、一緒にこう使っている、統合しているところがすごく少ない。なので、ぜひもしね、エモーションコードを使ったらいいですよっていうのを、そのドクターとかに言える人であれば、ぜひこれ、ね、トライしてみたらっていう軽い気持ちで、提案してみるのも悪くないかもしれませんよ。Also, groups like, a clinic where there's a midwife, where their pregnant women come for their care. You can use that in so many ways to prepare them for the birth and to clear trapped emotions from the baby before they're born. There's so many things that you can do. 産科のね、例えば助産婦さんなんかはこういうのすごく使えると思います。というのは、妊婦さんでこれから子供を産むぞっていう、まさに産むって言った人のそういう恐れを取ってあげたりとか、または赤ちゃん、ね、胎児の閉じ込められてしまっているそういうとらわれた感情を取ることもできますよね、生まれてくる。すごく世界が変わってくると思いますよ。なのでぜひ考えてみてください。Also, I know the competition and the emphasis on education in Japan, and think about all of the kids who are taking their exams to go to the next level, and how hard that is, how stressful that is, and how you could prepare them, how you could work with their stress levels and the things that are old stories that are creating fears so that they're far more successful and not as stressed. There's so many places that can be used in the school system, the education system as well. Very good point. 教育の場でもそうだと思うんです。特にね、日本なんて受験があったりとか、そのためにこうどんどん勉強する塾に行くっていうふうに、すごく子どもたちはストレス感じてると思うんですね。なので、その子どもたちのストレスを取っていくという意味でも、このエモーションコードが使えると思うんですよ。ね、いかがでしょうか。That's very interesting. Good point. Yeah. Lots of places you can use this. ね、このエモーションコード、ボディコードっていうのは、ここだけっていうのではなくて、いろんな場面で使っていけるものだと思いますよ。Another thing you can do is be like a consultant. Excuse me, I have an itch. Be like a consultant. I know you're not supposed to touch your face at all, but I don't want to touch my face. 本当は顔触っちゃダメなんだけれども、鼻がムズムズするから顔触っちゃってごめんねって言ってる。All day at work, I have to wear a mask because I'm in a hospital, with people with compromised immune system. So when I get home, my face itches from the mask all day. 職場でいつもマスクしないといけないので、これが痒くムズムズしちゃったんです。ごめんなさい。Anyway, what I was going to say is you could be an independent contractor and you could offer your services to employee groups or like executive groups in a corporation where they always want to have tools for leadership and tools for collaboration and ways to make things work better. And so heart wall release, things that are simple or just basic emotion code work on the different members, that can change the chemistry, the alchemy of the group, and they can work together better. なるほどね。例えばね、企業で働いている人、そして企業
コンサルタントとしてね、皆さんのそのチームありますよね、その企業の。そこのいるグループの、メンバーのハートの壁を取ったりとか、すごく本当にもう基本的なエモーションコードのワークをすることによってね、すごく業績も上がるんじゃないでしょうか。そういうことでも使えると思いますよ。I think we did that one year in Mount Shasta. We did like a speed heart wall release of the one-year retreat groups when we were in Mount Shasta. And everybody had a quick heart wall session. Remember that? Yeah, I do. シャスタのね、マウントシャスタに、リトリートに、私がリトリートリーダーでお連れしたことがあるんですね。その時にキャレンがゲストで来てくださって、皆さんのハートの壁をバーって瞬時に取っていったっていうのがありますね。その時に、ね、グループのこの仲間意識が変わったんじゃないのっていうふうなことを言ってます。Yes, I do remember. And then that changed. Yeah, the group dynamically. Yes. So, Karen, if you don't mind, would you like to do a quick demonstration with the participants? Sure. 今からデモンストレーションなんかどうなんですかねっていうふうに、言ったんですけれども、もちろんということなので、どなたかキャレンのセッション体験してみたいなっていう方いらっしゃいますか？すっごい素晴らしい。So, Karen, do you see Masahiko? Masahiko's here? Yeah. What? It's a different person. Oh, a different Masahiko. Remember the Masahiko we worked with so much? No, I don't. 全然別人みたいに見えたよって。コバちゃん。That's funny. I don't, but hang on one second. I have to sign into. Sure. But okay, let me look for body code. Okay. Oh, okay. どなたかいらっしゃいますか？一つ。すごくプライバシーに関わることを言わなくても全然 OK なので、ちょっと何か。OK。はい。This one person. ミュートを解除していただけますか？私の方からどうもこう解除できないんです。OK。こんにちは。なってます。テルコさん。テルコさん。すみません。名前が出てません。すみません。いいえ、テルコ。That's her name. So, 何をセッション、どんなトピック、何かありますか？いや、心の壁はひろこさんに取っていただいたので。はい。I released her heart wall, so. Good job. Thank you. なので、今それによって私の人生変わってきてるんですけども、家族も含め。So, including her family, her life is shifting after the session. Yeah. ですけど、今お話を聞いてて、私介護士をしてるんですけども、はい。お家の家業をちょっと手伝わなきゃいけなくなりまして、はい。で、今働いてる施設を、正社員を辞めてパートで働くっていう選択になったんですね。施設をパートにして自分の家業の方に行く。はい、親の家業を父がちょっと病気になりましたんで。なるほど。じゃあ介護っていうのは老人ですよね。シニアの。はい。So she's currently working for the senior citizens facility. And then her father got sick, so she is going to take over the family business. So she was full-time, but now she's a part-time. Okay. でも介護士の仕事は続けたいというかテンポラリーで続けたいんですけども、今お話を聞いてたら、日本の医療ってアメリカもそうなのかもしれないですけど、ちょっとあんまりエモーションコードっていうかエネルギー的なことって進んでない部分があるじゃないですか。はい。で、今後介護士を続けて、ヘルパーとして続けて、でどういうふうにやっていったらいいのかなっていうのがちょっと今私の中では両方バランスがちゃんと取りたいんですけど。ごめんなさい。家業とヘルパーさんですか？両方しなきゃいけない状況なんですね。私はしたいのは介護士でも家の仕事も手伝わなきゃいけないっていうコントロールしていかなきゃいけないんですけど、それがちょっと今の私の課題なんですけど、どうやったらうまくいくのかなっていうのがちょっとジレンマじゃないですけど、目標なんですけど、どうやってうまくいけばいいのかなっていうのがありま
ました。Okay, so she doesn't want to quit her as a helper. So she wants to keep her balance, but she's just trying to figure out how to keep her balance. So between that was her father's business and her business own and then career. Yeah. Mm-hmm. Mm. And so does she feel more pressure to spend a lot of time in the father's business and less and less time in, yeah. I think that's what you mean, right? ご主人じゃない、ごめんなさい、お父さんの方のお仕事、家業の方にどんどんこう、働かないといけないっていう、そっちの方に足をこうシフトしていかないといけないっていうような、プレッシャーがあるんですか？いや、プレッシャーではないんですけども、その続けていきたいっていうのがすごくあるんですね。そのトリートする仕事を、介護士ね。はい。There's no pressure really, but she wants to keep her career as a helper for the senior citizens, so she wants to keep balance. So 今はバランスが取りにくいっていうふうにおっしゃってるのかな？そうですね。はい。Okay. バランスが取りにくいから、まあ、こう、二頭追うものは一頭追えずっていう言葉があるじゃないですか。それがどうなのかなっていうのがちょっと悩み。まだバランスは取れる取れないという以前の問題なんですね。いや、始めていってるんですけど、これからなんかどっちかに決めるべきなのか。でも私が本当にしたいのはそっちの仕事でもあるしっていうこの悩み、So she can't decide that she could do both, or she should quit this, her career, or she just can't decide. So she's in that indecisive space. Indecisive stage, yeah. And there's a Japanese saying: if you are chasing a rabbit, you can't chase two. How do you call it? If you're chasing two rabbits, you can't get any. Yeah. So to me, it sounds like she has a fear that it's not possible to do both things. It's not possible to have the career and the obligation work. Right. That she's more likely going to have to choose one or the other. That's what she believes, right? Is that correct? ちょっと、私の解釈では、いずれかの仕事を取らないといけないっていうふうに自分で思ってしまっている。そしてどちらかを決めるのは嫌だなっていうその恐れっていうのがある。そういうことなんですか？恐れではないんですけど、なんか一つのことを極められないのは、一つのことに集中しないと極められないよっていうふうに周りから助言をいただいたりするんですね。集中しなさいみたいなことを言われるんですけど、私はそうじゃないよねって思うんですよ。だから決められないんですよね。自分とは違う、両方できる。でも周りの人が一個だけにしろと。そうです。So it's not really a fear. That she believes in herself that she can do both. But other people are telling her, you have to pick one in order to be skillful or just perfect. Otherwise, you can't get anything. So it's the influence of others that's oppressing to her, oppressive, yeah. 他の人からのそういうプレッシャーみたいな感じで嫌な気持ちになってるっていうことなんですよね。葛藤っていうか自分が思ってることと他の人が言ってることが違うということですよね。Yes. So there's a conflict. Yeah. So as I'm muscle testing and listening to this, sorry, I have to itch. So I feel like there is initially, that's probably why I'm itching. There's an idea allergy going on here where there's something that she's hearing from other people that is just creating this kind of reaction. And so I want to look deeper into that and see what's the origin of this reaction that she has to other people telling her what to do. Because she does seem confident in herself, and yet when they start yakking at her, then the confidence starts to collapse a little bit. And so we want to see what the origin of that is.
だってね、かゆいって言ってたのが今すごい分かったんです。お話聞きながら、キー反射テストをしながら聞いてたんだけれども、どうやら思考のアレルギーっていうのが出てるみたいなんですね。で、どういったものか、そう、思考のアレルギーっていうのを感じたんです。で、すごく自信に満ち溢れて、私は2つできるっていうふうに見えるんだけれども、他の人から何か違う、できないよって言われたら、ちょっとその自信が揺らいでしまう。なので、それの自信が揺らいでしまう根本的な原因は何かなっていうふうにちょっとそこを掘っていきたいと思うんですけど、いいですかね。はいはいはい、お願いします。So the root cause of this seems to be something from around the age of 14. 14歳頃の何かなんですね。その一番根本的な原因となっているのは。14歳。And I don't know what the idea is yet, but I can identify a couple of emotions that are triggered by that idea. Okay. And so the first one is frustration. Okay. 14歳の時に感じたその思考に対するアレルギーなんだけれども、一つは frustration, you said, right? Yeah, it's funny. They're both, but there's two emotions, frustration and indecisiveness. They're right next to each other in the same box in the emotion chart. Yeah. フラストレーションが一つ目なんですね。で、面白いことにフラストレーションと、優柔不断っていうのが同じところに並んでるんですね。だから面白いなと思って。Oh yeah, you have that other translation for frustration. I remember that. That's different in Japan. Yeah. なので、そのちょっと欲求不満に関係するような思考、14歳頃の。なんか思い当たることありますか？覚えてないですけど。She doesn't remember anything. Okay, that's okay. That doesn't matter. それは全然大丈夫。What we do is we find out next, what were you doing at 14? What was going on in life at that time for you? 14歳頃って言ったら、どんな感じでした？中学2、3年だと思うんだけれども、何か自分の人生の中でこんなことあったなって印象に残ってることってあります？なんでしょう。なんかしたいことがあったのに、なんかもっとこう踏み出せなかったみたいなところありますね。Well, when she was 14, she wanted to do something, but she couldn't pursue it really. Yes. And so, who was the female who had the most influence over her at that time? その頃のテルコさんにすごく影響のあった女性って誰ですかね？女性？女性ですか？ Adult female, you mean, Karen? Yeah, adult, not a peer. Yeah. I don't remember. お友達ではなくて、大人の女性？憧れの人とかですか？いや、すごくその時に自分の憧れの人でもあるのかもしれないけど、その時の自分の考えにすごく影響を与えるような人？いや、14歳よりも前だったと思うんですけど、すごい憧れてる作家の人はいましたね。それ何歳ぐらいですか？12、13。Okay, around 12 and 13, there's the author, novelist. で、その人が亡くなってしまったんですよ、飛行機事故で。いつですか？12歳。国子かな？そうです、そうです。At 12, the author died. She's a female and she influenced her. すごいショックで、なんか立ち直れなかった時期がありましたけど。By a plane crash and then she got really shocked by that. Yeah, that was when she was 12. 12, yes. 12歳頃ですよね。はい。はい。What Yes. did she want to do around 14 that she couldn't do? 14歳の時にやりたいことがあったっておっしゃってたけど、何をやりたかったのかしら？演劇ですね。She wanted to, like the theater. Theater, She wants okay. to perform, yes. Okay, theater. Yeah. And so, what did her mom think about that? そのことについてお母さんはどう思われました？いや、女優さんというか演劇やりたいって言った。あんまり別に何も言われてないかな。でもまあ普通のお嫁さんになることを望んでる人なので。だったので。Mom didn't say anything, but her wish was her daughter to be a wife.
host. Yeah. Wife. Yeah. I mean, it feels like the frustration and the indecisiveness at that age that's being triggered right now is connected to that same theme of you know what you want, you know what's best for you in that moment, but there's the influence of someone else who has a very different idea and expectation. And it can be that's why I asked about mother, because it could be mother or grandmother, somebody who, you know, has at that time, even without speaking it, influence. その当時の14歳の時、自分が本当にこれやりたいって思ってたことと、やっちゃダメよみたいな、そういう無言のプレッシャーでも、口で言うプレッシャーでもがあった、それも女性からお母さんかおばあさんか、そういうこと、それと今現在の状況がすごくオーバーラップしてる似てるなので、そういうことがありますね。いつもですか？あることが多いです。あ、なるほど。That's a typical case.She said, like, See, yeah, I know, but that doesn't mean it didn't influence her. You know, especially if she is, because your energy feels like you're very independent, an independent thinker. You know yourself, but you are definitely influenced by societal and family expectations, and you know the different. You know that those are other people's thoughts.But they can still affect you. すごく独立心も強いしね、自分で自分のことを分かってらっしゃる方、自分が知ってるっていうのをちゃんと分かってらっしゃるんだけれども、やっぱ社会であったりとか家族であったりとか、そういうものがとのね、期待とはちょっと違うっていうところで揺れちゃうんでしょ？そうですね。なんかこう気持ちをそがれるっていうか、なんか自信をなくさせられるっていう感じ。She gets discouraged and then, you know, she loses her confidence. Yeah. He's speaking and so Spanish. I'm sorry. Yeah. I do it every day. So, hi. Hi. So, sorry. Yeah. So here's what I'm seeing is there's this, maybe at 14 was one of the times when she felt very passionate about something, maybe for the first time as a sort of an emerging young adult. You know, you're at that age, you're starting to become passionate about things that light you up. And then you have this old school sort of confinement that says, you know, without even speaking it, you know what you're supposed to be doing right now. You know what you're supposed to be choosing right now. And it takes an enormous amount of courage, and maybe sometimes it's just not possible to say no to that. To stick with what you want, you know. Right. で、いつも常に自分が何をねしたいかっていうことをちゃんと明確に分かってるんですね。で、14歳の時って言ったら、大人になっていくちょうど過程ですよね。で、これがすごくやりたいっていう、初めて多分自分の意思でこうだって思ってたと思う。でも、このすごく窮屈な、本当にもう、いつもあるこういう掟みたいなものがあるでしょ、社会的な。そういうものでキューってなって、そこでこう揺れてる。そこでそういうのが、そういう、こう、なんていうのかしら、今もこう決められないっていう。癖がついちゃってる、ね、縛られちゃってるんじゃないかしらって。もう自分ではやりたいということ今でも分かってるでしょう。はい。She does know what she wants to do, she said. Exactly. Yes. So もちろんそうです。It doesn't crush her like it would someone with lower self-esteem. But what these other people's opinions, and in that case it was mom, what it does is it creates a ripple in the pond of her serenity, her inner knowing, and it's just enough that she starts questioning her decisions. And then she procrastinates making because she's not 100% sure. で、特にこれお母さんだと思うんだけれども、その14歳の時ね、そういう無言のプレッシャーかもしれないし、こう思ってるんじゃないかなっていう、そういうので自分自身がこう揺れちゃう。もう分かってるくせに揺れてしまう。そしてすごくそれに自分がやりたいっていうことをそう意思表示をすることすら無理。そうですね。最近はちょっとあれですけど、そういうふうに育てられてきたというか、まあ、そうです。Yeah, she was raised so that's a pattern. I know. Kinda. No, I understand. Yeah. I understand.
and yet she didn't fully collapse into that. She retained a sense of independence in herself. You can see it in her, you know. いや、すごくあなたってテルコさんすごくなんていうのかな、自分で何やりたいか分かってる、ちゃんと自分の気持ちが分かってる人だから、そこでぐしゃってなったりはしない。だから余計に揺れるんでしょうね。まあ、自分で分かってるからやりたい。言葉が悪いかもしれないですけど、邪魔されたくないっていうのがすっごく。She doesn't want to get bothered by anybody. Right, I know. Yeah. I understand. That's what keeps her from collapsing in that structure and still being able to say, this is what I want over here. I want this career. But so what's bothering her right now and making her think that maybe she can't create this balance is an old memory being triggered from back at 14 when she had a creative idea and she wanted to pursue it. But my guess is, I didn't ask her yet, but my guess is she didn't pursue it. She probably stopped short of what she really wanted because of other people's expectations. Because she said, I couldn't do it, you know. そうだから本当はできることを知ってるけれども、その14歳の時のその我慢したっていうかやらなかったっていうことが原因となって今揺れてるっていう、そのエナジー的にね、そういうエネルギー、そういう昔のストーリーっていうんですか、物語が揺れさせてるんだねっていうことなんですね。わかりました。すごいです。すみません。ありがとうございます。すごい。Thank you so much. Okay, well, so we need to fix this. それこれで終わりじゃないからね。違うから。So when I was muscle testing to see where is she holding those emotions from 14, they're in the hypothalamus gland in the limbic brain, in the limbic system. 脳下垂体のところにそのなんていうか過去のそのエネルギー的なストーリーが入ってるんですよっていうことなんですね。It's funny because we call that gland the master receiver gland. でそのGo ahead. 内分泌っていうのはその受け取っていくリシーバー的な部分なんです。It receives all the signals from your five senses and from the environment. So it's like satellite signals coming into mission control. It's the same kind of thing. そうそうラジオ塔みたいな感じのこのアンテナが立ってて、この自分の五感であったりとかその周りにあるそういうものから全部こうピピピって取ってくるようなそういう器官なんですね。It talks directly to the pituitary gland, which is the master sender gland, the one that controls everything in the body. その器官は受け取る器官でしょう、そこにある。で、それは今度は外に出していくセンダーのそういう器官と直接こうコミュニケーションを取っているそういう場所なんですね。その場所。インとアウトですね。そう、インとアウトに関係あるっていう。Yeah, in and out. And so if it's like a triage center, so information is coming in there first. And it can decide to send that information up into the higher brain centers so that you have a response, or it can decide not to do that and you'll have a reaction instead of a response. で、情報を受け取ります。で、頭のそのところに入っていって、それに対して何かの反応をする、または反応しないって言って中に閉じ込める。で、そういうことが起こってるんですね。If it has been programmed with some old story, for example, been given information that you're not safe or you're not good enough or you can't do what you want to or whatever the program is, then that will become a filter in the hypothalamus that everything has to move through. So pretty soon everything starts to feel like it could be a potential threat to your happiness or your freedom or whatever the issue is. そしてフィルターを作っちゃうんですよ。昔のストーリー、物語。
自分がやりたいことやれなかったとか、危険だとか、人を喜ばせないといけなかったとか、そういうの。で、そしてそのフィルターをこう情報が通っていく。例えば今だったら2つのことをやるっていうこと、バランスよく。で、それをこのフィルターが通るので、自分の例えば幸せになる、自分が自由になるっていうことに障害をきたしてくるっていうの、邪魔していくっていうことね。Oh, sorry. No, go ahead. It also controls your thirst, your hunger, your body temperature, and your wake and sleep cycles. 眠りのサイクルであったりとか、ね、あとは、体の体温をキープするとか、あとは喉の渇きっていうことにもその、脳の器官ねが関係してるんですけれどもっていうことなんですね。So when emotions are trapped in there, sometimes those parts of life can be affected. だからその脳のその脳下垂体の部分に、そういうエネルギー的なものが溜まってしまうことで、例えば眠り、さっき言ったみたいにね、眠りのサイクルがおかしくなったり、喉が渇いたりとか、体の体温をキープできなかったりっていうことが起こってくるということです。So to correct this, you want to release those emotions from the hypothalamus gland, and also you want to release whatever the idea is that she has a reaction to. And the idea is probably something like, you can't just do what you want to do, or, I don't know, she'll know in her own words what that back then at 14, when she wanted to act and she wanted to be in theater, whatever the message was that made her not do that. だからその脳の部分からね、その感情、まつわる感情もリリースするし、これから14歳の時にね、自分がその感じた感情、感じたなんていうのかな、こと、例えば自分がやりたいと思っていることをやるっていうことに対するアレルギーなので、そういうことかもしれないし、てるこさんの言葉でそれを表現してもらったらいいんだけれども、そういうものをリリースしていくんですけれども、やりたいことをやるっていうのは、やりたいことをやる私はっていう、そういうこと、どんな言葉かしら。宣言する感じですか。いや、どんな言葉、どんな感じでした、その時、14歳の時って。いや、これやりたい。覚えてないんですけど、そう言われると、なんか、いや、のほほんと生きてましたけど、いつも母の、この、なんていうんですか、プレッシャーね、無言の。てるこさんダメよ、これもダメよっていう、またそんなんして、みたいな、そういう感じだったかなって思い出せばそう。じゃあ、その時はどんな感じでした？自分でやりたいことをやるっていうこと、邪魔しないでっていうこと？したらあかんねんやってこうまだなんていうのかな。Okay, so she was programmed. こう周りの空気を大事にするっていうか、なんていうんですかね。その、期待に応えるっていうことでしょ？そうです。その方が第一って思ってます。Yeah, so she told herself that she's not supposed to do what she wants to do at age 14. Yeah, そこですねって。So it's still there. それがまだ残ってるんですよ。ああ、そうですか。Yeah. So you know how to tell her to do this. You're just going to release those emotions from 14 in the hypothalamus, and release from the long-term memory this the idea, right? Idea you're not supposed to do what you want to do, and then the allergic reaction that her body has to that. Okay. じゃあ、体がその やりたいことをやってはダメっていうようなことに対してわーってアレルギー反応、やりたいことをやるっていうことに対するアレルギー反応かなとか、あとそういうエナジー14歳の時に感じた、それをすべて体から取り除いていきます。体とこの脳の部分で。じゃあ3回。いいですよ、手で。はい、じゃあそのすべて、今の自分の自由を取るすべてをリリースしていきます。14歳の時の3回です。はい。はい。実際こう持ってくるの忘れました。大丈夫、手でも OK です。OK. So she released the idea, the allergic reaction, and the two emotions. Right. Okay. And so, yeah, the two emotions. Okay. あと2つの感情も、リリースしてください。フラストレーションと優柔不断。だからまずは、フラストレーションで3回。
で、優柔不断。優柔不断。はい。OK。And just tell herself from this time forward, when she hears the naysayers, you know, blah, 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 to just tell herself that's just their perception and it's okay. OK。これからね、これから先、そんなことやったらダメやとか、一個のことだけに集中しなさいっていう人たち、自分がやりたいことに反する人たちの話を聞いても心の中でいいです。あ、それはその人たちの考えであって私のものじゃないって言ってくださいね。And remember, 今後そうしてできないよてるこさんって言われたときにthere are 4 words that you can use to stop any conflict. OK、摩擦をね、止める4つの言葉があります。OK、I learned this from Wayne Dyer. ウェイン・ダイヤーっていう人から学んだんですけれども、You may be right. あなたは正しい、多分正しいって言ってください。You may be right. You may be right. So you may be right. So someone says blah 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 blah, blah, and you just look and you say, You may be right. Thanks for sharing. いや、言ってくれてありがとうって、多分あなた正しいよねっていうふうに言ってください。ああ、それ正しいかもねって。In your head, you're saying you may be right in some other universe, not this one, and I don't believe anything you're saying, but I don't want to argue with you, so I'm going to give you that. You may be right in some place that isn't here. いや、言い争いになりたくないから言うけれどもって、あなたの現実と私の現実は違うのよ。このユニバースではね、違うかもしれない。でもありがとう。あなた多分正しいわって言ってください。That's a good one. I like it. Me too. はい。じゃあ、ありがとうございます。Okay, thank you, Karen. Thank you. では、It's about time. So, 大丈夫ですよ。Karen, thank you so much. Your session always inspires me. 私、Karen のセッションを見るといつも、インスピレーションなんですね、すごく。We worked together for 2 years together, right? It seems like longer, but yes, because I think we're old soul friends, you know, we've known each other for eons. ね、これまでの生も生きてきたからかもしれないけれども、2年以上にも感じますけれども、まあ2年ぐらいだったんですけれども、私は本当にキャレンのセッションを見て、私のだからセッションはキャレンのセッションだと思っていただいて、My session is your session too, so anyway, so thank you so much.No, thank you. It's been fun. Yeah, thank you. 皆さん、本当ご参加ありがとうございます。そしてキャレン、ありがとうございました。じゃあ、皆さん、YouTube にあげますからね。It's gonna be on YouTube, okay? Okay. Yeah. Thank you. 皆さん、ありがとうございました。Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.